はい、皆さんこんにちは。今回は私がマレーシアに移住してきて気をつけていること、あとは実際に困ったことを3つずつ紹介していこうと思います。このチャンネルはマレーシアに今後移住を検討されている方、現在ですね、マレーシアに住まれている方に対して生活情報、金融、不動産、この3つに焦点を当てて紹介しているチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまずですね、気をつけていることベスト3。まず1つ、治安の部分です。マレーシアですね、基本的に、安全だとは思っています。で、実際に今約3年ほど移住して、今まで1回もですね、そういう被害に遭っただとかっていうのは私自身はないです。ただ、今までですね、ご紹介させてもらった約ですね、140組ぐらいのお客様のうちでですね、数人釣り被害に遭った2組ですね、にありましたという報告をいただいています。で、その報告どちらとも、クアラルンプールの中心街に住まれている方からの報告なんですが、メインの道路ですねにバイクで来て、そのままカバンをバッて取っていく、そうなってしまった時に最悪の場合ですね、怪我とかもしちゃうと思うので、その辺ですね、自分で大きな道を歩いている時で、特に女性の方ですとやはり狙われやすいっていうのはあると思うので、カバンを道路側に持たないだとか、常にですねこう後ろを見るだけでも警戒しているというふうに思わせるっていうのは非常に大事です。で、そして次ですね、本当に困るんですけど、蚊ですね。虫の蚊です。蚊の対策を、気をつけています。やっぱマレーシア温暖な国なので一年中、蚊が飛んでいます。実際ですね、その蚊に刺されて痒いだけだったらまだしも、デング熱にかかるっていうケースがあるんですね。死に至るっていうこともあるような病気なので、本当にここは気をつけなきゃいけないです。で、実際、僕の嫁さんも、かかっちゃいました。で、その時は、2週間、39度ぐらいですねがかかって、その後2週間が全身に発疹が出て、本当に食事もですねなかなか喉通らない、入院には至らなかったんですが、人によっては入院されている方っていうのもいらっしゃるので、そこの対策っていうのはしないといけないというふうに思います。で、実際コンドミニアムの高層階に住んだ場合でも出ます。蚊取り線香だったり、家に網戸を取り付ける。で、もう一つは蚊帳ですね。これが一番簡単かもしれないです。蚊取り線香と蚊帳を購入する。あとは小さいお子さんがいたらそれ専用の蚊帳も安くで売ってるので、それを購入して蚊の侵入をまず防ぐというところが大事です。で、最後3つ目、健康。もちろんですね、熱だったり発熱だったり咳が出るとか、そういった軽症軽いものには全然ですね、ローカルのクリニックに行ったとしても、無保険だった場合でも40リンギットぐらいで治療はしてもらえますし、薬ももらえます。ただ、もっとひどい病気ですねにかかった時、保険に入っていないと非常に高い治療費っていうのを出されます。なので、会社さんに入ってもらえるのかどうか、自分で、もし入ってもらえない場合は自分で、要は通院もついているような健康保険に加入するっていうのをお勧めします。あとは家の周りに病院とかクリニックがあるのかどうかっていうのも引っ越しの前にチェックするっていうのをお勧めします。はい、それでは次にですね、困ったことベスト3。まずですね、マレーシアの方、皆さん時間に非常にルーズです。5分10分は当たり前、1時間2時間もよくある、ことですね。例えば日常生活とかでも日本人の感覚で言うと、約束の時間の5分10分前に到着するっていうのは普通だと思います。ただ、便の場合でもですね、非常に感覚としては近い感覚を持っている便でも、オンタイム、ちょうどオンタイムに駐車場に着いたよって言って2、3分歩いてくるというふうな、感じです。なので、業者さんの場合だと前日確認、当日連絡っていうのを確認の頻度を増やすっていうことをしないと、こっちの動き、こっちからアクションをして対策をしていくほかはないかなと思いました。で、もう一つ、そこにもつながる話なんですが、当たり前っていうのが非常に違います。例えばトイレだったり衛生面に関してですね、トイレに関してはこっちの人の当たり前っていうのは、トイレットペーパーで拭くんじゃなくて、シャワーですね、トイレの隣にシャワーホースがついてます。で、画像を上げておきます。これで洗い流します。なので普通にトイレしようと思ったら、綺麗なはずのトイレ水浸しになっているってこともあります。
ただマレーシアの人からするとそれはイコール、普通なことなので、水浸しだから汚いとかっていうわけではないので、そこは、びっくりされる方もいらっしゃると思うので、困ったことの中に、入れました。あと3つ目ですね、最後なんですが、情報収集がすごく難しいで、精査も難しいっていうことです。でこれどういうことかというと、やはりマレーシア、英語ももちろん浸透はしてるんですが、マレー語でそういった重要なニュースっていうのは発表されるんですね。今回のですね、ロックダウン、コロナによってロックダウンがあります。今後どういうふうにルール変更していきますとかも、まずはマレーシア語で発信されました。なので英語が話せてもマレー語がわからない方に関しては非常に大変です。困りました。なのでマレー語を勉強する、もう僕は諦めてますけど、マレー語を勉強するだったり、あとはそのマレー語が話せる日本人の方が発信している Facebook だったり Twitter、 日本大使館で、あとですね、対策としてはローカルの友人だったり、コンドミニアムのですねオーナーさんとか不動産のエージェントさんに相談するっていうのはおすすめします。はい、それでは今回ですね、マレーシア生活で気をつけていること3つと、困ったこと3つを皆さんに発表しました。基本的にマレーシアの生活っていうのは前回の動画でもお伝えしたように非常に良かったことの方が多いです。ただ、やはり外国人であることには変わりないので、しっかりと相手の国の文化であったり、相手の国の当たり前っていうところを理解した上で、じゃあ自分がどういうふうに快適に暮らすために動いていくのかっていうのは、心がけて生活するとより楽しく生活ができるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、それでは今回の動画もこれで終わります。ありがとうございました。